今回は、デュエルマスターズの敗北回避能力について、まとめていこうと思います。デュエルマスターズとは、基本的に相手のシールドをすべて削った後、プレイヤーへのダイレクトアタックが決まることで勝利となります。その他にはデッキ切れ、すなわちライブラリアウトによる敗北もありますね。ここまでは基本的にご存知かと思いますが、最近ではカードの効果による特殊勝利、エクストラウィンによる決着もあります。このようにデュエマには勝負が決まる手段が色々あるわけですが、その決着を回避することができる異例の能力を持つクリーチャーが存在します。今回はカードの紹介というわけではなく、敗北回避能力の種類をメインに紹介していきます。つまりカードが持つ敗北回避能力には何種類か存在し、条件によって回避できる敗北パターンも変わってくるということですね。それでは、早速参りましょう。攻撃による敗北を痴漢。シールドが一つもない状態で、相手によるダイレクトアタックが自分に通った場合、その敗北自体を痴漢して回避できる能力。ちなみに痴漢効果とは、〇〇の代わりに〇〇するという、あるイベントをこういうイベントに置き換えるというものです。なんとなくお分かりいただけるでしょうか？では話を戻しますが、この敗北痴漢はデュエルマスターズの最も基本となる決着を阻止するものですね。このパターンの能力を持つカードはこちら。ダイレクトアタックによって相手がゲームに勝つとき、代わりに自分のデッキ上から10枚を墓地に置くことに置き換えるフルメタルレモンや、ダイレクトアタックによって相手がゲームに勝つとき、代わりに自壊することに置き換えるガブリエラです。このフルメタルレモンは懐かしいと感じる人もいるのではないでしょうか？こいつがデュエマシにおいて初めて登場した敗北回避能力持ちでした。この能力はダイレクトアタックによる敗北を痴漢する行動のため、LO による敗北や、アタック時の効果で勝利するユニバースなどの敗北は防ぐことができません。攻撃クリーチャーによる敗北を痴漢。このパターンの能力を持つカードはこちら。相手の攻撃クリーチャーによって相手がゲームに勝つとき、代わりに自壊して、勝つターンをもう一度やらせてくれ。ということに置き換えるめっちゃ無敵な G さん。これは先のダイレクトアタックによる敗北に加え、アタック時の能力によるエクストラウィンにも対応した敗北痴漢能力です。テキストで比較すれば一目瞭然ですね。要はこちらは相手の攻撃クリーチャーによってなので、クリーチャーの攻撃と限定していないのがポイントです。ただ効果発動の条件に、ターンをもう一度やらせてくれという必要があるため、見知らぬ相手に使う際は勇気が必要となります。攻撃以外による敗北を痴漢。このパターンの能力を持つカードはこちら。相手がクリーチャーによる攻撃以外の方法でゲームに勝つとき、代わりに手札にあるこのカードを捨てることに置き換えるパーフェクトディフェンス。テキスト通り、ダイレクトアタック以外の決着に反応します。しかし継続的効果によるエクストラウィンは、一度回避しても敗北条件を満たし続けるため、結果的に回避することができません。例えばアレフティナのようなエクストラウィンを、このカードで無効にすることはできないということになります。さらにこのパターンに当てはまっている唯一のカード、パーフェクトディフェンスのテキストは、相手がゲームに勝つとき、にしか反応できません。つまり相手を敗北させる、というテキストの効果に対しては、回避することができません。意外と万能というわけではないのです。無条件で痴漢。このパターンの能力を持つ代表的なカードはこちら。自分がゲームに負けるときまたは相手が勝つとき、代わりにこのクリーチャーを破壊することに置き換えるダイハード優勢や、自分がゲームに負けるとき、または相手が勝つとき、代わりに自分のマナから8枚をシャッフルして、デッキの一番下に置くことに置き換える身の神。この無条件で痴漢するパターンは、自分がゲームに負けるとき、または相手が勝つときと記載されていることが多く、その決着が攻撃か能力なのかに限らず、その決着を痴漢して回避することができます。ここまで紹介した全ての状況に対応しておりますが、お察しの通りこちらも単発的効果の回避のみ対応であり、先の継続的効果による決着は、一度回避しても条件を満たし続けてしまうため、結果的に回避することができません。ただし、痴漢先がデッキ回復である場合は、ライブラリアウトによる継続的敗北を回避することが可能となります。また、ループによって無限に敗北を痴漢できる場合、その敗北を無視してゲームを続行するという特殊な裁定が出ています。通常では敗北効果が発生し続けるため、ゲームの続行自体が不可能になるので、それを阻止する特殊裁定ですね。自分の敗北相手の勝利を禁じる能力。
現在のデュエマ誌に刻まれている敗北回避能力の中で、全てに対応した最強の能力がこちらのパターン。自分は負けず、相手は勝てないという継続的効果を作り出すため、この効果が有効である間はいかなる効果、状況でもそれを完全に無効化します。これまで紹介した全ての状況に加え、継続的効果やライブラリアウトにも対応しています。このパターンはさらに錠剤型と単発型に分けることができます。錠剤型は指定された条件を満たし、かつそのカードがバトルゾーンに存在している間、常に敗北を回避できるというもの。代表的なカードはこちらとなります。このクリーチャーがタップされている間、自分はゲームに負けず、相手は勝てないビクトリー12鬼チャンピオン。このクリーチャーがバトルゾーンに存在し、マナに光カードが9枚以上あれば条件達成。ゲームに負けず、相手は勝てないバルハラグランデ。このように、条件さえ満たせば、そのカードが存在している限り、敗北回避できる状況を常に生み出すカードとなります。そして単発型。単発型は呪文なら唱え、特定の条件を満たすと誘発する誘発型なら、誘発させる必要がありますが、一度発動さえすれば、たとえそのカードがバトルゾーンを離れたとしても、指定されたタイミングが来るまでの間は、いかなる敗北も回避することができます。代表的なカードはこちらになります。このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、そのターン中は負けず、相手はゲームに勝てないスマッポン。このクリーチャーが出た時、シールドが2つ以下なら、次の自分のターンの始めまで、自分はゲームに負けず、相手はゲームに勝てないドギラゴン。このように、〇〇した時、〇〇ならば〇〇まで負けない、という能力を発動し、発動後はそのカードの状況に関わらず能力が展開されます。以上の錠剤型と単発型、どちらも一長一短のため、どっちが強いとかは状況によって変わります。無効されやすいが常に展開できる錠剤型と、無効されにくいが短期的な単発型。大会などで使われるのは後者の方が多いかもしれませんね。以上が、デュエマに存在している敗北回避能力となります。いかがでしょうか？非常に強力な敗北回避能力となりますが、この能力が機能するのは、あくまでゲーム内の処理で発生する敗北であり、反則、非紳士的行為による失格、または投了など競技ルール上における敗北は回避することができません。なので能力発動中だからといって、対戦相手に危害を加えることは許されることではありません。以上、ゲームにおける決まり手を回避できる防御系最上位の能力、敗北回避能力のまとめでした。少しでもお役に立てれば幸いです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で応援よろしくお願いします。